はい、こんにちは。こんにちは。スカジャンです。スカジャンといえば、毎度おなじみ、スカジャン研究家でテーラー東洋企画統括の松山さん、よろしくお願いします。松山です。よろしくお願いします。松島さん。はい。今日はですね、交渉ネームですね。スペシャルエディションということですね。テーラー東洋の中のスペシャルエディションの交渉ネームの春夏の第2弾を今日は持ってきました。もう目の前にすごいのがあって、ちょっと粒飛ばさないようにしなきゃみたいな感じなんですけど、はい。今回はですね、このテナッセンハンドプリントですね。ですよね、これ。はい。しかも、めちゃくちゃ珍しいジャパンマップ柄なんですよ。ジャパンマップ柄のハンドプリントっていうのは数が少ないんですか？少ないですね。ハンドプリントの、ヴィンテージのスカジャンっていうのもそれだけでもすごい珍しいんですけど、それはもう何度かここでもお話聞きました。でワシトラ流のもちろんハンドプリントはあるんですが、ジャパンマップ柄のハンドプリントっていうのもありまして、そのジャパンマップ柄のハンドプリントの中でも、とびきり珍しいもの、珍しいジャパンマップの中でもさらに珍しいです。そんなヴィンテージがあったということですね。そうですね。その話流れで言いますと、実はこちらがヴィンテージになります。おお、あ、そうか、これ現物なんだ。色は違うんですけどね。ベースの色を変えて、あとキルティングとかも入ってるんですけど、今回こちらを復刻してるんですけどね。プリント柄をですね。以前実はこちらはこの色ズバリで復刻してるんですよ。で今回は春夏物のプリントとして、こちらにもうベースの色をブルーに変えまして復刻したんですよね。逆にブルーにしたことで、この日本列島の地図とか、周りの花とかお城とかがバーンとこう強烈なインパクトになってますね。そうなんです。このブルーはですね、海なんですよ。海と空。深い。日本自体が赤いっていうのはちょっとまた日本の色とは違いますけども、今私気づきました。これ日本の国旗の色と同じですね。白地に赤でね。確かにね。それもやっぱり意識してるんですかね。すごいかっこいいんですよね、これが。綺麗ですね。であと地名がもちろん書いてあるんですけども、ここなんか実は神戸が神戸になってたりとかですね。お約束のありがちなね。ありがちな、そうなんです。それも忠実にそのままで復刻してるわけですね。あと何が他に珍しいかっていうと、このお城のプリントってすごくないですか？すごいですね。あとこちらには五重塔だったりとか、あと桜だったりとかですね。盛りだくさんだから太鼓橋もあったりとか。そうなんですよね。この雲の表現だったりとか面白いですね。このピンクと水色の色使いというのが。でその普通のジャパンマップのプリントもあるんですけど、これはその線が太いっていうところがさらに特徴なんですよね。線が太いと言いますと、もうちょっと実はなんて言うんでしょう、繊細な写実的な、プリントっていうのが実は多いんですけど、このようになんて言うんでしょう、デフォルメされた漫画チックな太い線っていうのはさらに珍しいんですよ。逆にそういう風になってるんだ。そうなんですよね。もうその辺も全部このヴィンテージそうですからに準じてやらせてもらってます。これ年代でいうといつぐらいの年代のものですか？そうですね、40年代後半から50年代初期ですね。やっぱり古いやつですね。ハンドプリントのスカジャンってその頃に集中してて、それより前よりも後にもあまりないんですよね。短期間で作られてあまりにも大変だったから、もう手間がかかりすぎるので、もう途中からは続かなかったんですよね。本当に希少なものなんですよ。これめちゃめちゃ実はヴィンテージすごい高価なもので。でしょうね。耳疑うような値段のものなんですよね。ドクロ柄と並んでと言いますか、もうヴィンテージのマニアがもう常に探してる。だけど見つかんない、お金があっても物がないから買えないっていうものです。松島さん、これどういう手間がかかってるかって言いますとですね、これ一版一色一色で一版一版作ってるわけなんですね。色ごとに版が違うということなんですね。シルクスクリーンみたいな感じですね。で塗っていくんですけど、一色一色一版一版作って塗り重ねていって、で実は順番的に言うと、最後にこのグラウンドの色をこの青が最後なんですか？青は最後です。すごいですね。この青が最初だと思ってました。逆っす。抜線とかじゃないので、テナッセンなので、で順番は最後がグラウンドの青なんですよ。緊張の一瞬ですよね。そりゃそうですね。細かいのが入っ
て、はい、でもこれ色数も結構な数ですから、黄色だけとか、白だけとか、葉の数も相当ですよね。相当ですね。この黄色が一緒なのかな。そういうことです、そういうことです。ゴールドみたいですね。はい、黄色というよりはそうですね。やっぱり光沢がある生地に乗るので、ではい。でやっぱり本当にこういうものは技術がすごい必要で、本当に熟練職人さんじゃないとこういう手なっ染というのは無理なんですよね。あるからやってみろでできたらね、世話ないですもんね。絶対無理ですね。そうだからこそスペシャルエディションなんですね。そういうことです。はは。今年辰年じゃないですか。で今回その龍地獄と前からずっと言ってるんですけど、春夏のその要はスペシャルエディションの龍地獄、これ最終章なんですよ。あ、これも龍地獄。じゃあ裏側が龍なわけですか。これですね。私が着てるんですけど、実は同じの、そうかそうか、そうなんですよ。同じの着てたわけですね。この龍めちゃめちゃでっかくないですか。すごいですねこれ。初めて見ましたこんな胸。しかもこれもプリント手なっ染で、しかもこう全身の龍なんですよね。あまりこう隠さずにがっつりこう体が出ちゃってるんですけど、ちょっと着てるの見せておいて、ここまで来るわけですよね。そうですそうですそうです。すごいですね、ここの迫力が。でっかいんですよ。だからこれはもう龍地獄の中の一つなんですよね。こっちはこっちですごい写実的な龍ですね。そうですね。表情は可愛いんですけど、どちらかというとあまりデフォルメされてないですよね。でもやっぱり線も先ほども申したようにちょっと太めなので、少しはデフォルメされてますけどね。このバランスはすごいな。なんかそうなんですよ。他の刺繍でも見たことのない大きさですね。これが刺繍だったらえらいことになっちゃいますね。刺繍がゴリゴリすぎて、プリントだからこそこの大きさできたかもしれませんね。そういうことなんですね。龍地獄です。確かに龍地獄。じゃあこれがこの春夏最終章。龍地獄の最終章の春夏。しかもスペシャルで、しかもプリントで、もうすごいやつですよね。何拍子も揃ったものです。袖のこのラインをちょっと見ていただきたいんですけどね。ヴィンテージに準じて3本ラインでやらせていただいてます。こう横から見ると確かにここの存在感がね、いいですよね。かっこいいですねこれね。しかも実はこれちょっと言わなきゃ分かんないことかもしれないんですけど、こちらの見頃の生地っていうのはプリントの生地じゃないですか。先ほどグランドの色で、こちらの袖のラインの生地っていうのはもともとの生地染めしたものなんですよね。なので色が微妙に違うんですよ。わかります？そうやって言われたらもう全然違うように見えてきたけど、これはもうブルーの生地を使ってますと、そういうことなんですね。こっちはプリントで出したブルーだと。この見頃の生地の余った部分とかで線を作ったりするもんじゃないんですか？いえいえ、ヴィンテージがそうじゃなかったんですよ。ちゃんとこの専用のこの生地、ライン用の生地とこれを分けれたんですよね。わざわざ見頃用の生地、もう線だけのために用意された生地が存在しなければならないわけですね。そういうことになります。もうすごいな、それをそこまで忠実に再現してるわけですね。手法を。ものすごいこだわりだそれは。松島さん、スカジャンといえばリバーシブル、裏気になりますよね。もちろんです。ちょっといいですか？ひっくり返しちゃいますよ。何が出てくるか。やっぱり当然今季最後、今シーズン最後の龍地獄ですもんね。辰年龍地獄。そうだ。春夏ファイナルズ向かい合って贅沢に。そうなんですよ。総龍と胸にも龍。胸もすごいですね。こっちもちょっと大きめなんですね。こちらの刺繍もプリントもすごかったけど、刺繍もすごい迫力の刺繍ですねこれ。でこちらはもう本当その黒いボディに合うように淡い色糸を使ってですね、この龍の刺繍をしてるんですよね。結構な数ですもんね、色の数がここだけで。だけどすごいもうなんか色糸がもう繊細なんですよ。ちょっとこうイエロー、レモンイエローっぽいものとかベージュっぽいもの、真っ白っていうのは使ってないですね。オレンジ、ピンク。そうなんです。背中も同様に。すごいんですよ。
黒いボディにめちゃめちゃ合うんですよね。この宗龍は、はい、顔の色をわざと変えてるんですね。そうですそうです。はい、そうなんですよね。富士山を挟んで戦ってる感じですか、これは。そうですね。戦ってるのか、出会ってるのか。そうかそうか。はい。もう素晴らしいめでたい柄ですよ。宗龍っていうのは。このビシッとこの黒の地に映えますね。この刺繍はやっぱり。あとこのリブの色とかもすごい良くないですか。ね、あえてちょっと全然違う色を持ってきてみたいな。そうなんですよね。で実はヴィンテージの方っていうのは色は違ってるんですよ。こちらのブルーなんですよね。ブルーに結構派手な感じの色使いなんですけど、本当だ、竜の糸がちょっと色が全然違いますね。こちらはシックに私が着やすいと思う、こっちの方が。私が選ばせていただきました。このあえて、このリブの色もそうですね。この淡いこのくすんだピンク、どうしてもこの色を使いたくて、今回はこれでやらせてもらってます。松島さん、この本ご存知ですよね。もちろんです。私が監修させていただいたジャパンジャケットの本なんですけども、名作です。実はこちらに載ってるのがありまして見ていただきたいんですけど、こちらなんですよ。プリントのスカジャンですね。でこちらがこの皆さんもご存知の虎のプリントあるじゃないですか。これの裏面が実は全く同じなんですよね。この柄ですね。胸の竜もそうですし、背中のこの宗龍も、背中も富士山囲んで、なのでこちらのこのスカジャンとこのスカジャンっていうのは全く同じ工場さんで作られた作品っていうのが断言できるんですよね。このジャパンのものフォントっていうか時代だったりとか一緒なんですね。もう全て同じですね。間違いないです。だからここの工場さんのやつを私もっともっと見てみたいですね。他にも出てくるかもしれないと。で復刻させたいですね。こういうのも全部松山さんご自身で調べてる研究の成果がまさにこういう商品を生み出すということなんですね。テーラートヨのスペシャルエディション、前回が刺繍の竜で、今回がプリントの竜だったりっていう地図だったりっていうのも入ってましたけど、プリントでバージョン、これで今年の春夏、クライマックス、そうですね、ファイナルですね。竜はただ本当にもう12年に1回の辰年、もう竜地獄竜スペシャルですね。もうどんどん続いたんですけどね。とりあえずだから今もう本当に店頭に行っていただければもう全部とりあえず春夏は揃ってますね。全部の竜が揃ったわけですね、これで。ちょっともしかしたら売り切れちゃってるものもあるかもしれませんけど、早いものはね。そうなんです。普段だったらこういうことはやらないんですけどね、今年はもう辰年ということでやらせていただいてます。あえて辰年で竜地獄ということですね。なので本当にもう見ていただいて自分の気に入った竜っていうのを選んでいただければなと思いますね。いろんなのいましたからね。そうなんですよね。いや、これはちょっとね、私も早速お店行って竜を見比べて悩んでみようかと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。